こんにちは、メイです。今回は動物の森次回作で実装されてほしいものをガチで考えたので紹介します。どうにかして任天堂さんに届いたらいいなという思いです。この動画は私の個人的な意見なので、今から紹介するもの以外にこういう機能が欲しいというものがあればぜひコメントしてください。今回は家具系、島クリエイト系、ヘア系、マイデザイン系の4つに分けてお話しします。それではまず家具系からいってみましょう。あつ森から自分で川や池を掘れるようになりましたよね。なので水中に置ける家具欲しくないですか？葉っぱや岩、木の枝をこのように置きたいのと、自然さを出すために池や川の縁に背の高い草を植えたり、木を植えて密林感やアマゾンな雰囲気もいいですよね。壁にもたれかかるような倒木を入れたり、いろいろな種類の倒木もいいですよね。川や池などに船を浮かべたいですね。そして家具系での新要素、オリジナル家具製作、家具を自分で作れる新機能です。どんな機能かというと、自分が好きな家具を組み合わせてオリジナルな家具を作れる機能です。まず組み合わせたい家具を準備して作業スペースの中に入れていきます。実際に作ってみます。木を大きくしたり、スクリーンのいらないところを消したり、オーナメントをつけたり、上のパレットで色も変えれたら最高ですね。この新機能は大きな家具と小物家具を自在に組み合わせてオリジナル DIY レシピとして登録して配布できるようになったらいいなぁと。家具のレシピを公開すれば他の人でも同じ家具を作れるようになるので盛り上がりそうですね。こんな感じになる予定です。自分で家具が作れるようになったら一生遊べますね。ここからはポケモリにあるならあつ森にも移植してください家具集です。ガラス系家具です。カフェや花屋など作りやすくなると思います。ライト付きのガラスの壁も最高にいいと思います。次はお城の壁系アイテムです。住民の家をこのようにリフォームできるのもいいのですが、建物の数が圧倒的に不足しています。街を作りたいのでハリボテの家が増えると嬉しいですね。次は草や木の家具です。シマトネリコ、麦畑、朽ち果てた木などしか自然っぽい家具が少なく、もっと自然にしたいところに置く家具が限られています。果物から作れる DIY で自然な家具が作れることに期待しています。次は乗り物家具です。最後のアップデで乗り物家具は増えたのですが、もっとお店よりの乗り物系家具もあったらいいなと思います。線路などを敷いて電車を走らせたいです。あつ森から新機能として島クリエイトができるようになりましたね。ただこの島クリエイト一つ一つ手作業なのでなかなか大変なんですよね。なのでハッピーホームパラダイスのように俯瞰視点でクリエイトできる新機能が欲しいです。俯瞰視点なら道を敷くのも楽々。この機能がなぜ島クリエイトではないのかいつも疑問に思っていたので、ぜひ採用をお願いいたします。次は先ほど紹介した水中家具を置くために新しい島クリエイトのモードを紹介いたします。新しい機能は水中モードです。この機能を使えば川や池に入ることができます。水中モードでしか水の中に入れません。ここで家具を置いたり植物を植えたりします。水中モードの機能として川の壁面を変えれるモードも追加。ウッド系にしたりコンクリート系にしたりレンガ系にしたり、あとはマイデザインも使えるといいですね。水中モードでは長い桟橋をかけたりウッドデッキも作れるようになると最高です。崖のクリエイトとしてはまずトンネルを掘りたいです。雑なイメージですがこんな感じ。上はちゃんと通りたいんですよね。2つ目は小さな段差が欲しいです。こんな感じの真ん中につけたいのと3段でもどっちでもいいので小さな段差をください。3つ目は崖と崖の間に橋を架けたいです。こんな感じ。島クリエイトを初めて始めた時、崖と崖に橋を架けられないという事実がショックでした。次回作に期待です。
そして島クリエイトをやってる時に皆さん一度は欲しいと思ったことがあるのではないでしょうか。それはサラチカ機能。サラチカはめちゃくちゃ面倒なのでぜひ採用していただきたい機能です。お部屋編です。まず最後のアップデートで追加された仕切り壁についてです。この仕切り壁の機能本当に最高なのですが、壁掛け家具を飾れたらもっと最高でした。現状何しても飾れないんですよね。なのでここにも飾れるようになると最高です。今は飾れない仕切り壁ですが、こんな感じで飾れるようになるといいなと思います。家具を重ねることができても最高ですね。次は窓の機能についてです。現状は窓ありもしくはなしですが、このように窓を移動させ増やしたいです。これだけでもかなり雰囲気が変わりますね。縦に並べれば大きな窓になりますし、マイデザインを使わなくてもいいんです。窓の家具が現状ないので、新しい壁掛けの家具として窓の家具があったら喜びで飛びます。壁紙の窓部分も切り抜きですが、こういうものがあるとさらに楽しくなります。現在腰壁などはマイデザインを貼るしかないのですが、新しい機能として腰壁ができるといいなと思います。こんな感じで腰の高さまである壁のことですね。壁紙を選ぶみたいに腰壁も選べると最高です。腰壁の仲間の幅木も選べるようになったら嬉しいですね。床材に合わせてグレーにしたり、もともと幅木がない壁紙に幅木をつけたりしたいですね。幅木がいらない時もあるのでオンオフ選びたいです。腰壁と窓を合わせるとこんな感じ。組み合わせ次第でさらにインテリアの幅が広がりそうです。現状アクセントボールは1箇所しかできませんが、どの面も変えれたら自由度が高まるかなと思います。部屋の中に何部屋か作る時などにできると便利ですね。現在ドアはシンプルなパネルのマイデザインのリメイク。もう一つが蓄光ウォールステッカーのマイデザインのリメイクでできます。ですが、ちゃんと開く扉が欲しいと何度思ったことか。なので新家具として開く扉があるとテンションが上がります。リビング階段などインテリアでよくあるインテリアを再現するために階段があるといいなと思います。その足としてロフトや小上がりなども作れると楽しさ満点ですね。マイデザインの枠は現在100ですが正直足りません。デフォルトで倍の200は欲しいです。次にマイデザインプロと普通のマイデザインでは互換性がないので、両方からコピーできるようになったら便利ですね。次はマイデザインの機能面についてです。マイデザインをよく書く身としては、この4つの機能が喉から手が出るほど欲しいです。それは回転、反転、切り抜き、コピーの4つの機能です。まずは回転の機能から説明いたします。回転のマークを押して回転したい部分だけなぞります。そうしたらこのようなマークが表示されるので回転させます。この機能が便利な時は葉っぱや花をたくさん描く時ですね。同じ方向だけだと自然さが出ないので必須です。次は反転機能です。先ほどと同じように反転したい場所をなぞります。自動でパッと反転します。この機能は獣道などを描いている時に必須です。同じものを描かないといけない煩わしさからの解放です。次は切り取り機能です。前と同じように切り取りボタンを押してから切り取りたい場所をなぞります。そうするとこのように移動できるようになります。デザインの間にちょっと書き足したい時などに使える機能です。バランスが悪いなーって時にも使えたら便利ですよね。次はコピー機能です。使い方は他の3つの機能と同じ。なぞってコピー、
そして移動、コピーしたものを何度でもペーストすることのできる機能です。同じものをもう書かなくていいんです。マイデザイナーの皆様いかがでしょうか。こんな機能があったら本当に神ってなりますよね。次はマイデザインプロの新機能、袖、襟元、スカートの形が選べる機能です。これが選べるようになるだけで服作りが楽しくなりますよね。ここからは直ってほしい機能です。服はドットの下に行くにつれてめちゃくちゃにじみます。まず胸元に四角をかけます。次にスカートの下の方で同じマス目で描くと、なんということでしょう。同じマス数なのにめちゃくちゃにじむんです。これ実は他の服や帽子でも同様ににじみます。この狭いドットの中で調整するのは難しいことかと思いますが、何卒修正のほどよろしくお願いいたします。私がずっと前から任天堂さんのご意見箱に送っているのですが、夢番地を使ったハッキングが未だに横行しているようです。せっかく作った島も安心して見てもらえないという悲しい現実があります。なので皆様が安心して動物の森を楽しめるように、どうかセキュリティ対策を強化してくださると嬉しいです。あつ森大輔ガチ勢がガチで考えた嘆願書はいかがだったでしょうか。こんな機能あったらいいなぁと一つでも共感してくださったらグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。